今回はゴールド投資について解説していくよ。最初になぜ今ゴールドに着目しているかについて説明しておくと、米国の利上げ停止と利下げが見えてきたからだよ。今回はまずはゴールドの価格変動の基本的な考え方を実際の事例を見ながら見ていくよ。その後、もう一度なぜ米国の利下げが重要なのかについて説明するよ。最後にゴールドの投資対象について見ていくよ。みんなでゴールドを勉強していこう。ゴールド。私、金ピカ大好き。私、ライムちゃん。しばらく登場してこなかったけど、今回はトマトちゃんの解説にツッコミを入れていくよ。お金、大好き人間です。お金が嫌いな人なんているのかしら？ところで、ゴールド好きならイムちゃん。ゴールドの価格ってどうやって決まるか知っている？知っているわ。だいたい私が買ったところが天井で、私が売ったところが底だよね。そんな悲しい現実はいらないわ。ということで、今回はゴールドの価格変動の考え方をみんなで一緒に考えていきたいと思うの。まず基本的な知識のおさらいね。人類のこれまで採掘してきたゴールドの総量は約18万トンなの。次に未採掘のゴールドの埋蔵量は約5万トンなの。これは年間3000トンを採掘し続けた場合、16、17年ぐらいでなくなってしまう量なの。ゴールドってずっと採掘できるわけではないのね。ゴールドがなくなってしまって値上げされたらどうしよう。まあ、この数字はあくまで採掘コスト的に問題なく、採掘ができるゴールドの量に過ぎないわ。例えば海水にもゴールドがあるけど薄いけど、世界の海水の量を集めれば大量のゴールドが含まれているよ。そうなの？明日海に行ってきてゴールドを取ってこようかしら。次に産出量だとトップさんは中国、オーストラリア、ロシアの順だよ。埋蔵量だとトップさんはオーストラリア、ロシア、南アフリカの順だよ。次にゴールドの変動要因を見ていくわ。ライムちゃんに質問だけど、ゴールド価格って何を表している数字なの？質問の意味がわからないわ。ゴールド価格なんだから、ゴールドの価値を数値化したものなんじゃないの？ゴールドの価値が上がれば上がるし、ゴールドの価値が下がれば下がるだけ。それだけの数字だと思うわ。ゴールド価格を理解する前に、為替であるドル円について見ていきましょう。ドル円は何を表している数値なの？1ドル144円とかいうやつでしょ。ドルの価値を表している数値だよね。2022年に米国の FRB が利上げしてった時に上がっていったよね。利上げでドルの価値が上がったから大きくなったんだよね。そうね。ドルの価値が上がると上がるよね。逆に円の価値が上がるとどうなるの？例えば日銀が大幅利上げしたらどうなるの？そうしたら円高になると数値は減っていくよね。円の価値にもドル円は影響を受けるのね。そうよ。ドル円はドルと円の交換比率を表しているわ。ドルの価値が上がると上がる。ドルの価値が下がると下がる。逆に円の価値が上がると下がる。円の価値が下がると上がる。ドルと円の相対的な価値を示す数値だよ。なるほど。ドルだけでなく円の価値にも影響するのね。ゴールドも同じよ。ゴールドといってもいろいろな価格があるわ。ドル建てゴールド、円建てゴールド、ユーロ建てゴールド。ここでは一番取引が多いドル建てゴールドを見ていくよ。ドル建てゴールドを為替と同じように考えてみるね。そうするとドル建てゴールドはドルとゴールドの交換比率を示しているわ。そう考えると
ゴールドの価値も上がったり下がったりすることもあるけど、それだけではないよね。ドルの価値も上がったり下がったりして、それがゴールド価格に影響するよ。実はゴールドは安定した金属で、その価値は古くから世界的に認められていることもあり、ゴールドの価値が上がったり下がったりする以上にドルの価値を表している指標なの。そうなの？ゴールドの価格なのにドルの価値を表しているなんて変なの。ここまで分かったところで、ゴールドの価格の変動要因を見ていきましょう。ゴールドの価格の変動要因は様々なものが絡み合って単純ではないわ。でも、まずは単純化のため、仮に一つの要因だけが動いたらどうなるか考えてみましょう。まずは金利。金利が上がるとどうなるの？ゴールドはそれを持っていても価値が全く増えないコモディティなの。1グラムのゴールドを1年持っていたら2グラムになっていることなんてないよね。そんなことが起きたらノーベル賞が取れるわ。でも中世では錬金術師がいたという話があるし、誰かできるのかしら？ゴールドの価値は変動しない一方で、ドルはどうかしら？金利が 5% とすると、ドルを MMF などに預けておくと1年持っていたら 5% 増えるわ。ゴールドの価値は変わらずドルの価値が増えることになるわ。金利が高いほどドルの価値が上がるということになるの。そうなるとゴールド価格は下がるわ。ドルの価値が変動してゴールド価格が下がるということね。次に物価について見ていくよ。一昨年はインフレ言っていたわね。物価が上がるとゴールド価格はどうなるの？物価ってゴールドやドルに関係があるの？大いにあるわよ。物価って言うけど、物価とはドルと物の交換比率を表しているの。物価が上がったというのは、言い換えるとドルの価値が下がったという意味があるの。というと、インフレになるとドルの価値が下がり、ゴールド価格が上がるわ。ちょっと待ってよ。2022年はインフレが問題だったよね。2022年は11月までゴールド価格は下がっていったよ。物価が上がっているのにゴールド価格が下がっているって言っていることが矛盾しているわ。それがゴールド価格の難しいところなの。インフレの時に金利ってどうなっていったの？ FRB はかなりのスピードで利上げしていったわ。なるほど、ゴールド価格が下がる要因も同時に起こっていったってことね。利上げとインフレが同時に起こっていったということは、ゴールド価格についてどう考えればよいの？一つの目安として実質金利という考え方があるよ。実質金利とは名目金利からインフレ率を引いたものだよ。名目金利とは債券の利回りが一つの指標だよ。インフレ率は経済指標を見る場合もあるけど、期待インフレの指標もあり、そちらを見ていくことも可能だよ。例えば10年債利回りってあるよね。それに対して10年ブレイクイーブンインフレ率という指標があるよ。これらの引き算の10年の実質金利というものがあるよ。なるほど、実質金利を見ていけば金利とインフレの関係が整理できるのね。ある意味、実質金利は金利とインフレの観点からのドルの価値を表している指標なんだね。そうすると、実質金利が低い時がドルの価値が低く、そしてゴールド価格が上がるということね。そんなに単純な話ではないよ。相場というものは将来を予測して動くの。その時の実質金利の高い低いではなく、将来実質金利が上がりそうか下がりそうかでゴールドの価格は変動するよ。なので実質金利とゴールドの関係から言うと、実質金利がこれから大きく下がる時がゴールドが上がる時というのが正しい解釈だよ。例えば2018年後半から
2020年前半にかけて大幅にゴールドが上昇した相場があったよ。途中コロナショックもあったのでいろいろな要因があったけど大きくは右肩上がりだったよ。1200ドルぐらいから2000ドルぐらいまで行ってかなりの上昇相場だったんだね。この時の10年の実質金利はこちら。実質金利がピークをつけて下がっていく時にゴールド価格が上がっていっていることがわかるよね。本当に時期が一致しているね。かなり細かいけどゴールド価格と10年実質金利を並べてみると、実は10年実質金利がピークアウトするより前にゴールド価格が底落ちしているよ。さらに10年実質金利が底落ちした後はしばらく同じ水準にいるよね。それに対してゴールド価格は右肩下がりになっていっているよ。動きが完全に一致するわけではないのね。ゴールドの投資家は実質金利の動きを先回りしているのかもね。なので我々も実質金利のピークを確かめた後よりも実質金利がピークアウトしそうな時期を考える必要があるかもね。また実質金利が下がりきった場合に投資家が何を思うかというと、ゴールド自体に投資価値が低くなることを意味するよ。ゴールド価格は金利によって決まるわけではなく、あくまで金利を参考にしている投資家心理によって決まるものなので、実質金利がもう下がらないと思ったら投資対象を変更することを考えるのも重要だよね。ゴールド投資は投資家同士の心理的な駆け引きなのね。金利の話はここまでにして、同じ中央銀行の話で量的緩和ってあるよね。量的緩和が進むとどうなるの？ QE とか言ってたやつだよね。市場の資金量が増えるんだっけ？ざっくりと言うとそういうことね。市場の資金量が増えるということは、大雑把には世の中にドルが増えるということだよね。一方で物とか株とか不動産とかは有限だから、相対的にドルが増えすぎてドルの価値が下がるということだよね。ドルの価値が下がるとゴールドの価格が上がるよ。具体例を見ていくと、なんかずっと緩和している国があるよね。我が国、日本って緩和しかしていないよね。こちらが円建てのゴールドの月足チャート。異次元緩和は2013年4月から始まり、何度も追加緩和してきたよ。異次元緩和してすぐに上がったわけではないので、これだけの影響というわけではないけど、チャートの特徴的なことは2019年以降ほとんど右肩上がりだということだよ。日本の金利はほとんど動いておらず、物価も長年デフレだったことを考えると、量的緩和の影響が出てきていることが考えられるよ。ゴールドってすごいのね。価値が上がっていくのね。違うわよ。ゴールドの価値が上がっているのではなく、日本円の価値が下がっているの。そもそも不動産価格もずっと上がっているよね。不動産は2013年から上がり始めているので、ゴールドより顕著に影響を受けているね。株価もゴールドや不動産よりもアップダウンがあるけど、長期的に見ると右肩上がりだよね。不動産価格とは不動産と日本円の交換比率。株価は株券と日本円の交換比率。共通しているのは日本円の価値が下がると上がっていくことよ。株や不動産は業績や他の要因でそのものの価値も変動するけど、ゴールドの価値は比較的安定的だから、このようなチャートになるんだよね。話をゴールド価格に戻すよ。ドルの価値を測る尺度って他にはない？日本人だとドル円しか思い浮かばないね。そう、為替も一つのドルの価値を表す尺度だよ。ゴールド自体は米ドルでもユーロでも円でも買えるよね。買えるということはゴールド価格があるよね。一方で我々はドル円とかユーロドルとか為替も毎日価格がついているよね。ゴールドもユーロも円も価値が変わらないときにゴールド価格が上がるとすると、
米ドルの価値が下がっていることになるよね。そうすると円高になるし、ユーロ高になるよね。為替を見ればドルの価値がわかるということだよね。為替から見たドルの価値を示すものがドルインデックスだよ。中身は6通貨。実質的にはユーロが6割弱で、ユーロの影響が大きい指数だよ。円も 13% あるよ。これで為替から見たドルの価値がわかるよ。ドルインデックスとゴールド価格のチャートを眺めていくとわかるけど、長期的にすごく相関している感じではないんだよ。こちらが直近のゴールドとドルインデックスの週足チャート。2022年のピークあたりは逆相関してそうだけど、全体的に見るとそれほどの相関でもないよね。これぐらいの影響力だと思って考えてね。ただ特定のタイミングで見るとよく相関している時もあり、ドルインデックスは常に注意が必要な指標だよ。ドルインデックスが重要だった例として、リーマンショックの直前を見ていこう。上がドル建てゴールドの収束チャート、下がドルインデックスのチャートだよ。青い線のところがリーマンが破綻した時だよ。リーマン破綻後はいろいろなことがあるので、ここでは無視してその手前のタイミングを見ていくよ。為替は2007年はドルインデックスが下がっていったよ。2008年後半に急にドルインデックスが上がっていったよ。この時は米国は2007年から利下げをしていたのに対して EU は2008年6月まで利上げをしていたんだよ。それが原因でドルインデックスが下がっていったんだよ。それに対して EU が利上げ停止、さらに利下げの流れになっていったからドルが強くなったんだよ。それに対してゴールドの動きを見ると、為替だけでなく金融不安もゴールドの価格を上げる材料だから、為替だけではないけどゴールドの価格は上がっていったよ。普通に考えると金融不安はゴールドの上昇要因なので、そのまま上がっていってもおかしくないけど、実際にはドルが上がったところでゴールドは調整を始めるよ。リーマンが破綻した瞬間はゴールドは大幅に上がっているね。やはり金融不安はゴールドの上昇要因だとわかるよね。そのような環境でもドルが急激に上がるとゴールドを下げる要素になることは覚えておいた方が良いね。金融不安とか起きそうな時にゴールドをずっと持っていれば良いのかと思っていたけど、なかなか複雑なのね。やはり金融不安はゴールドの上昇要因だとわかるよね。これが2023年3月に米国の中小銀行が破綻した時のチャートだよ。短期間に急上昇していくね。その相場は5月にピークをつけ、その後は下がり傾向になっていくよ。金融不安は短期に上昇する要因だけど、一方で不安が収まっていくと、それがゴールドの下落要因になっていくよ。短期勝負だから、金融不安が出たら即座に飛び乗るのが重要そうね。そういえば金融だけはなく戦争とかでもゴールドが上がるよね。有事の金買いだよね。そうね。こちらが2022年2月のロシアのウクライナ侵攻のチャート。実際にはその前から緊張感が高まっていたため、ゴールドはじりじり上げてきていたよ。実際の侵攻が始まり、そこから上昇相場をつけるも3月にはピークアウトしてしまうよ。結構有事の場合は短期的な上昇にとどまることが多いので、そのつもりでトレードすることが重要だよ。こちらが2023年10月のハマスによるイスラエルへの攻撃だよ。ちょうどゴールドが売り叩かれていた時期にいきなり起こったよ。そこからこちらも短期に上昇していったよ。ピークアウトせずに下がっていかなかったのは、有事に加えて利下げ期待が同時に高まってきたからだよ。有事は短期勝負のようだね。起こった瞬間はそれがどれぐらい大きなイベントか
情報が足りなくてわからないことも多いけど、思い切って買ってみるのが重要かもね。あとは短期トレードだと思ってある程度上がったら利確することも重要そうね。その他のゴールドの変動要因を見ていくよ。ゴールドを宝飾品として買う面もあるよ。例えば金のネックレスであったり、いろいろな宝飾品として使われるよ。特に人口の多いインドや中国でのゴールドの宝飾品としての消費もゴールド価格に影響するよ。ゴールドを買うのは消費者だけではないよ。中央銀行も買うよ。中央銀行は何のために買うの？これもいろいろな理由があるけど、例えば米国との関係が悪くなるとゴールドを買ったりするの。ドルに依存した経済体制だと、米国が経済制裁など米国に依存した体制となってしまうの。そこでドルに依存しない価値のあるゴールドを持つことで脱ドル体制を作ることができるの。そういった目的で各国の中央銀行がゴールドを買ったりするわ。 EU の国なんかも一定のゴールドを持っていないといけないという話もあり、中央銀行がゴールドを買ったりするよ。最近は米国に対して距離を置く国が多くなってきているので、脱ドルの流れは今後の地政学次第でもっと進んでいく可能性があるの。そういう意味でもゴールドは有望だよ。ではここからなぜ今ゴールドに着目するか説明するよ。ついに本題が来たね。ヒューヒュー。ここまでの話で分かっていると思うけど、改めて説明するね。ゴールドの変動要因の中で実質金利が一番重要だよ。 FRB が利上げを停止し、利下げを検討する段階になっているよ。これは実質金利が下がる要因だよ。一方で物価はかなり下がったけど、ここから大きく下がる感じではないよ。景気は弱くなくデフレになって実質金利を上げていく方向ではないよ。実質金利は昨年10月にピークアウトし、今後は下がっていく方向にあるよ。まとめると、実質金利が今後下がっていく見込みである。よってドル建てゴールドの価格が上がると見ているからだよ。次にゴールドを投資していく方法について見ていくよ。2つ大事なことがあるよ。1つ目は為替の問題。どの通貨とゴールドを交換しているかよく理解することが重要だよ。例えば円をドルに変えて、そのドルでドル建てゴールド ETF を買った場合、その資金は円とゴールドを交換していることに相当するよ。今注目の理由である米国の実質金利が下がるというのは、ドルの価値が下がることを意味するよ。そうすると円とゴールドの交換比率は理論的には変わらないはずだよ。言い換えると、ゴールドが上がる分円高になって相殺されてしまう可能性があるよ。為替ヘッジをかける方法もあるが、ヘッジコストは高いよ。基本的には日米金利差が基準となるので 5% とかそのレベルでかかってくるよ。次のスライドで説明するけど、ゴールドのボラティリティは低いので、そんなにコストがかかってやっていては儲けが少なくなることが想定されるよ。そういう意味ではレバレッジをかけることも必要に応じて検討することも大切だよ。2つ目の大事なこととして、ゴールドのボラティリティは低いよ。1日で 1% も動けば結構動いた感じがあるよ。バイオ株だと1日で 10% 動くことが結構あるのと大違いだね。直近ゴールド価格はすごく上がっているけど、10月の底から 20% 程度の上昇でしかないよ。20% が高いと見るか低いと見るかは人それぞれだけどね。バイオ株はその期間3倍4倍になっているのも多いけどね。ボラティリティが必要ならばレバレッジをかける方法の検討が必要だよ。まずは現物購入から。貴金属店、証券会社、楽天、マネックスなどで購入可能だよ。
デメリットとしては、スプレッド、買い値と売値の幅が広めなことだよ。あとは、税金はよく調べてね。短期保有と長期保有で異なるよ。控除はあるけど、譲渡所得で、累進課税になるので、高収入者にとっては不利なる可能性があるよ。正直、特定口座じゃないと確定申告は面倒だよね。投資信託。為替ヘッジについて考えると、為替が予測できない人は為替ヘッジなしを選択した方が良いよ。理由は、為替ヘッジコストは日米金利差ぐらいなので、かなり大きいよ。今だと 5% とかかるんじゃないかな。もちろん、為替が予測できるならば、適切な方法を選べば良いけど、それができるならば、FX で儲けた方が良いよね。投資信託のメリットは、1円単位で自由に投資できることかな。他だと、投資ロットがあるので、ぴったりの金額の投資が難しいよ。デメリットとしては、レバレッジはかけられないことかな。投資信託の例としては、ゴールドファンドがあるよ。世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指す投資信託証券に投資しているよ。運用管理費用は 0.407%。分配金がないところも良いところだよ。米国の ETF。ティッカーシンボル GLD 金を保有する ETF だよ。金地金の価格動向に連動するよ。グロースイキペンスレシオは 0.40% だよ。メリットは株の感覚で手持ちの米ドルで投資可能だよ。デメリットは株と同じで売買手数料が必要だよ。また、信用取引をしない限りレバレッジはかけられないよ。日本の ETF。1326 SPDR ゴールドシェア受益証券。管理費用は 0.4% 程度だよ。メリットは日本円で株の感覚で投資可能。デメリットは売買手数料が必要。ただ、最近は国内証券の売買手数料は無料にする傾向があるので、デメリットではないかも。信用取引をしない限り、レバレッジはかけられないよ。信用取引はコストが高いからね。別の日本の ETF。2036 金先物ダブルブル管理費用は 0.8% 程度だよ。メリットはレバレッジが2倍かけられるよ。レバレッジの場合は金利負担が気になるけど、日本円なのでそこまで大きな負担にならないことが想定されるよ。デメリットは売買手数料が必要。これも無料化の傾向があるから問題ないかも。ETN なのでゴールド価格との連動性はやや低いかもしれないね。米国商品先物取引楽天証券で取引可能だよ。メリットはレバレッジを調整できることだよ。40倍ぐらいいけるらしい。短期トレードでは有利かも。デメリットは現月があり、変わるときに売買が必要だよ。車で例えるとマニュアル運転だよ。最低購入価格は高いよ。税金は申告分離課税で株とは損益通算できないよ。もちろん特定口座も活用できないよ。CFD。楽天証券 SBI で取引可能だよ。メリットはレバレッジを調整できるよ。20倍まではいけるよ。短期トレードでは有利だね。先物取引と違って現月管理は不要だよ。車の運転で例えるとオートマ運転だね。そこら辺の管理は CFD がやってくれる。もちろんその分の手数料は取られているだろうけど、レバレッジの短期取引の中ではそこまで気にするレベルではないかも。デメリットは税金は申告分離課税で株とは損益通算できないだね。均衡株 ETF は大型株でティッカーシンボル GDX。そのレバレッジ2倍の ETF はティッカーシンボル NUGT。
小型株でティッカーシンボル GDXJ。そのレバレッジ2倍の ETF はティッカーシンボル JNUG。ゴールド価格よりも価格変動が大きいのでレバレッジの効果が期待できるよ。さらにレバレッジ ETF を使えばより大きいレバレッジ効果が得られるよ。金鉱株はまた別の動画で解説するよ。今回はポイントだけ。上がゴールドの月足チャート差が ETF である GDX の月足チャート。大事なところは全然違うというところだね。金鉱株はゴールドのレバレッジをかけた代替にはならないということだよ。金鉱株の個別株は一つだけ紹介しておくよ。ティッカーシンボル HMY。もし個別株を検討するならばこれだよ。それじゃまた次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。ライムちゃんへのファンレターも待っているよ。バイバイ。